今日は米粉チョコドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、米粉を使ったチョコドーナツを作っていきたいと思います。さらにですね、今回のドーナツは揚げずに焼いていくので、とてもねヘルシーな仕上がりになります。トッピングにですね、今回チョコレートをコーティングするんですが、表面がつるっとして可愛い仕上がりになる方法をご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。米粉、無調整豆乳、きび砂糖、ココアパウダー、無塩バター、卵、ベーキングパウダー、チョコレート。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、チョコレートドーナツの生地なんですが、こちらはココアパウダーを使って作っていきます。チョコレートに関しましてはトッピングで使っていきます。そして今回ですね、無調整豆乳を使っていくんですが、こちらはお好みで牛乳などで代用していただいても OK です。きび砂糖に関してもですね、今回米粉を使うので結構シンプルな味わいになるので、コクをプラスしたいのできび砂糖を使用してます。ない場合は普通のお砂糖またはグラニュー糖などで代用していただいても OK です。そしてバターですね、こちらは無塩バターを使用してください。もしない場合は米油かサラダ油などで代用してみてください。そして卵についてなんですが、こちらは M サイズの卵を使用していきます。そして今回はですね、こちらのシリコンタイプのドーナツ型を使っていきます。こちら100円ショップのダイソーさんで購入したものになります。そうしましたらここにですね、分量外なんですがサラダ油を内側に塗ってください。はい、このようにねしっかりと塗っておきましょう。こちらは生地を作る前に必ず準備しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはじめにですね、米粉とあとはココアパウダー、そしてベーキングパウダーを合わせておきます。そうすることで生地ムラを防ぐことができます。こちらの作業は必ず一番初めに行ってください。まずボウルに米粉です。そしてココアパウダー、あとはベーキングパウダーを加えます。そしてよく混ぜましょう。ちなみにですね、今回は180度のオーブンで焼くんですが、生地自体はすぐできるので、生地を作る前にオーブンを180度に予熱し始めてください。はい、こんな感じでね、しっかりと混ぜてください。粉類の準備はこれで OK です。それでは続いてバターを溶かしバターにしていきます。電子レンジ 600W で30秒温めてください。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜてバターをしっかりと溶かしましょう。はい、綺麗に溶ければ OK です。こちらは使うまでこのまま置いといてください。それでは続いてボウルに卵を割り入れます。はい、で卵を加えたら軽く溶きほぐします。溶きほぐしたらここにきび砂糖を入れてください。きび砂糖を加えたら手早く混ぜましょう。だいたいね30秒ぐらいですね、しっかりと混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら続いて先ほど溶かしたバターを加えます。そしてまた同じようにしっかりと混ぜてください。材料はね加えたらその都度よく混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。それでは続いてここに無調整豆乳を加えます。そしてまたよく混ぜましょう。きび砂糖のねシャリッという感じがなくなるまでしっかりとね混ぜてください。はい、このように混ぜましょう。そしたらですね、続いて先ほど混ぜておいた粉類をまたふるって加えたいと思います。そうすることでねダマもできず綺麗に仕上がります。そして加えたらよく混ぜましょう。ダマができないようにねしっかり混ぜてください。はい、このようによく混ざれば OK です。生地はねタラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいですね。ちょっともったりして流れ落ちるぐらいになってます。そしたらですね、こちらの生地は絞り袋の中に入れます。こちら絞り袋じゃなくてもスプーンでねすくって型の中に入れていただいてもいいんですが、結構ね生地がもったりしてるので、こういったね絞り袋を使っていただくとやりやすいと思います。こちらね絞り袋の口はつけなくて OK です。この口を開いて
して少し縦長の容器にセットしましょう。そしてこの中にね生地を入れます。はい、このように生地を準備してください。それでは用意しておいた型に生地を入れていきます。まず絞り口の口を切ってください。そして型の中に絞っていきます。はい、でこのように絞ったら少し高い位置から落としましょう。あとはですね、竹串などを使ってくるくるくるっとして生地を均一にしていきます。生地の量はね、だいたい7分目から8分目ぐらいまで入れてください。はい、このようにくるくるします。そしたらもう一度ね 2,3 回落としましょう。はい、 OK です。それではこちらを天板の上に乗せて180度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。焼き上がったら竹串などを刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。そしたらね、やけどしないようにまだ熱い状態のうちにドーナツを取り出してください。ケーキクーラーなどを用意します。そしてね、ドーナツを取り出していきます。本当にね、結構熱いのでやけどには注意しましょう。こんな感じで美味しそうに仕上がってますね。ではね、どんどん取り出していきます。はい、こんな感じに仕上がってます。そしたらこちらはですね、このまま粗熱を取っておきます。粗熱を取るときは表面がね乾燥しないように上にキッチンペーパーなどをふわっとかぶせておいてください。そしたらですね、今からこちらの容器を使ってチョコレートをコーティングしていくので、一旦ねこの容器を洗ってください。はい、このように綺麗に洗ってください。そしたらですね、続いてこちらのチョコを適当な大きさに切っていきます。このチョコレートに関しましては普通のね板チョコを使っていただいても OK です。お好みのねチョコレートを使ってみてください。私はね今回コーティング用のチョコレートを使っていきます。こちらはね富澤商店さんとかにも売ってるので、ぜひねチェックしてみてください。このぐらいの大きさに切ってください。では残りもね同じように適当に砕いていきます。はい、でねこのように砕いたら、あとはねまた細かめに砕いていきます。このようにね細かく刻みます。そしたらですね、こちらのチョコレートはボウルに入れます。そして別のボウルにだいたい60度ぐらいのお湯をセットしてください。そしてこの上にボウルを置いてチョコレートを溶かします。チョコレートはですね、単品で電子レンジで溶かすとたまに焦げてしまう時があるので、今回はね丁寧に湯煎で溶かしていきます。そうするとね失敗なく綺麗に作れると思います。はい、このように綺麗に溶かしてください。チョコレートの準備はこれで OK です。それでは先ほど洗ったねシリコンの型を用意してください。こちらまな板の上に置いておきましょう。そしたらですね、先ほど溶かしたチョコレートをここに入れていきます。ティースプーンなどを使っていただくといいかなと思います。この中にタラタラっと垂らしてください。はい、こんな感じで入れてください。あとはちょっとねまな板を使ってこのように揺らします。そして均一にさせましょう。はい、そしたら残りもね同じようにチョコレートを入れていきます。このようにね慣れてきたらボウルからね直接流し入れちゃってもいいかなと思います。適当に入れたら、あとはね一緒にこのように回してみてください。下にねまな板を置いておくとシリコン容器がね歪まないので、まな板の上でねやっていただくとやりやすいと思います。こんな感じでねチョコレートを入れてください。そしたらこの上にですね、先ほど粗熱を取ったドーナツを乗せていきます。底だった部分ですね、綺麗になってる方を下にしておいていきます。シュッと置いて軽く押さえましょう。残りも同じようにこのようにドーナツを入れていきます。はい、 OK です。それではですね、このままチョコレートが固まるまで置いておきます。暑い日だったり、あとはね時間がない時は冷蔵庫に入れてだいたい30分ぐらいですね冷やし固めてみてください。冷やす時もですね、表面が乾燥しないように上にラップをかぶせて冷やすようにしてください。チョコレートが固まりました。それではね外したいと思います。シリコンタイプの型なので簡単にね剥がすことができます。
はい、こんな感じでね、表面がつるんとして美味しそうな仕上がりになってます。それではね、残りも同じように取っていきたいと思います。はい、これで米粉のチョコドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。チョコレートの表面はこのようにツルツルでとても可愛く仕上がってます。そしてドーナツはね、すごくもちもちに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もうドーナツがすっごくもちもちです。美味しい。そしてこのドーナツとチョコレートの甘さのバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の米粉チョコドーナツのポイントです。まず最初にですね、米粉とベーキングパウダー、そしてココアパウダーをしっかりと混ぜてください。そうすることでね、生地の混ぜムラを防ぐことができます。そしてその後ですね、材料をしっかり混ぜていくんですけれども、材料はね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の混ぜムラを防ぐことができます。そして最後にですね、粉類を加えるんですが、粉類を加えるときはふるって加えるようにしてください。そして型の中にね、生地を流し込む時なんですが、今回はね、絞り袋を使ってます。そうするとね、すごくやりやすいので、もし絞り袋がある方はぜひやってみてください。ない場合はそのままね、流し入れてもいいですし、スプーンなどを使っていただいても OK です。今回の分量でいくとドーナツ型6つ分になります。ちなみに私が今回使っているドーナツ型は100円ショップのダイソーで購入したものになります。ダイソーの中でもね、今200円、300円、500円とかいろいろあるんですが、こちらのドーナツのやつは200円価格になってます。なので気になった方はね、ぜひね、ダイソーをチェックしてみてください。そして焼くときはですね、だいたい15分から20分ぐらいを目安に焼いてみてください。今回私はですね、20分焼いてます。そしてドーナツが焼き上がったらすぐね、熱いうちに型から取り出してください。結構ね、熱いのでやけどだけには十分に注意していただけたらと思います。そして空いた型に関しましてはもう一度使うので、きちんとね、洗って水分を拭き取っておいてください。そしてチョコレートのトッピングなんですが、今回私は富澤商店さんに売っているコーティング用のチョコレートを使ってます。こちらはですね、普通の板チョコを使っていただいても OK です。お好みのチョコレートでトッピングしてみてください。ただチョコレートを溶かす時は電子レンジとかを使うと少し焦げてしまう時がありますので、湯煎で溶かしていただくと失敗なくできると思います。あとはですね、型にチョコレートを流し込んで、そしてドーナツを戻してチョコレートを固めてください。そうするとね、このように表面がつるんとしたとても可愛いドーナツに仕上がります。このチョコレートを固める時は冷蔵庫に30分ほど入れていただくと一番早いと思います。今回ですね、米粉を使用しているんですが、この米粉を使用していただくと食感がもちっとした仕上がりになります。ぜひ米粉を使って作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は米粉チョコドーナツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。